君が毎日通る道、見慣れた風景、何気なく繰り返している日常、それが突然奇妙なものに見えたらどうする？石田哲也氏の作品はそんな日常の中に潜む違和感や不安を独自の世界観で書き出している。今回は石田氏が残した独特な世界を一緒に覗いていこう。彼の作品には強烈な閉塞感が繰り返し描かれている。例えば狭い空間に人間が身動きも取れず押し込められている構図では、まるで現代社会に取り残され、身動きの取れない私たち自身の姿を突きつけられているようだ。家、学校、会社といった日常的な空間が彼の手にかかると一転して息苦しい密室となり、見る者に心理的圧迫を与える。石田氏の作品は単なる風刺ではなく、私たちが日々抱える不安や孤独をあぶり出す鏡でもあるんだ。石田哲也氏がよく書くテーマの一つが人間と物の融合だ。この作品を見てほしい。左腕がミシンと一体化した人々が無表情で作業を続けている。この作品は試験空間の閉塞感、または現代社会における効率重視の働き方が人間から感情や個性を奪い、機械のように扱っている現実を鋭く風刺しているようだ。繰り返し求められる成果、終わりなき作業。君もそんな状況に身を置いたことはないだろうか。これから紹介するのは石田哲也氏が描いた不思議で切実な世界、社会の歪みや人間の孤独を鋭く描いた彼の作品を一緒に読み解いていこう。飛べなくなった人は壊れた飛行機と一体化したスーツ姿の男性を描いた作品で、社会の中で自由を失った人間の姿を象徴しているように思える。飛ぶことを望みながらも叶わず空虚な表情を浮かべる様子には、現代人の孤独や無力感がにじみ出ている。機械と融合した人間という構図は、石田氏が一貫して描いてきた社会に埋もれる個のテーマを強く感じさせるんだ。引き出しには会社のデスクの引き出しに亡くなった同僚を収納するかのような場面が描かれている。見て見ぬふりをするような表情、死すらも日常の業務の一部に取り込まれ、忘れ去られていくような恐ろしさを感じる。これは日本の職場における人間の命の軽視や過剰な同調圧力に対する強烈な風刺だ。通勤ラッシュを題材にした荷物では、サラリーマンたちが紐や取っ手をつけられて、まるで荷物のように電車に運ばれていく様子が描かれている。彼らは自らの意思で動いているのではなく、物のように扱われ運ばれているだけだ。これは個性や意思を無視された労働者の姿を痛烈に表現している。燃料補給のような食事は、牛丼屋のカウンターで男性がまるでガソリン補給をするように食事をとっている姿が描かれている。そこに食事の楽しみはない。ただ生きるために、働くために、機械のように口に詰め込む。この作品には現代社会に蔓延する非人間的で画一的な側面が鋭く映し出されている。兵士では傘を銃に見立て、敵から隠れるような姿をしたサラリーマンが描かれている。しかしその表情は不安に満ち、何と戦っているのか自分でも分かっていないように見える。社会の中で戦えと命じられても、その目的や敵が不明確なまま日々を消耗していく人々の姿がそこにある。彼方に描かれたのは廃車と一体化したような老人の姿だ。機能を失い放置された車のように、その肉体は役割を終えている。これは老いと死、老人の孤独、世間からの冷たい視線を正面から捉えた作品であり、生きるとは何かを静かに問いかけてくる。校舎の一部と化した巨大な人物が運動場に並ぶ無表情な生徒たちをじっと見つめている。その姿はまるで学校という制度そのものが一人の人間を飲み込み、意志や感情までも支配しているかのようだ。見つめる彼は何を思っているのか。ただ見学、または監視をしているのか。それともかつての自分を重ねているのか。石田氏の視線は教育のあり方とそこに埋もれる個人の叫びを私たちに突きつけてくる。画家石田哲也を語る上で、彼自身の人生に触れないわけにはいかない。彼は2005年5月23日、静岡県焼津市の踏切で列車にはねられ31歳で亡くなった。
この事故は不慮の事故として報じられており、詳細についての公式の発表はされていない。彼の死後もその作品は展覧会を通じて再評価され続け、多くの人々に影響を与え続けている。絵に込められたメッセージ性の強さや象徴的な構図から、一部では様々な解釈や推測が生まれることもあるが、それらは事実として確認されているわけではない。私たちが注目すべきなのは、石田氏が残した作品の力そのものだと思う。石田哲也氏の作品は、彼の死後もなお世界中の人々の心を揺さぶり続けている。わずか10年ほどの創作期間で200点近い作品を残し、その一つ一つに深い社会的洞察と人間への鋭い眼差しを刻みつけた。彼の絵に込められたメッセージ、孤独、不安、希望、葛藤、それらは時代や国境を越えて今も私たちの胸に届いている。彼は自らの存在を通じて芸術が持つ力を証明してみせた画家だ。もし君が彼の作品に出会ったなら、その絵の前で心を開いてみてほしい。そこに感じた何かがあるなら、それは君の中に彼が残した声が響いた証だ。彼の静かな叫びを胸に、今度は別の声を聞きに行こう。次の冒険が君を待っている。